ずんだもん、動画生成 AI、また新しいのが出たわよ。またなのだ。先月も先々月も新しいのが出たのだ。もう追いつけないのだ。今回のはちょっと事情が違うの。ミニマックス H3、7月31日に出た動画生成モデルなんだけど、重みが公開されているの。重みが公開、つまり自分で落としてきて動かせるってことなのだ。そういうこと。しかもね、このモデルは映像と音声を同じ1回の生成でまとめて作るの。セリフも効果音も部屋の空気の音も。音まで一緒？後から別のモデルで足すんじゃなくてなのだ。足さないの。ボコーダーもなければ後段の音声モデルもない。一つのノイズ除去ループから絵と音が同時に出てくるのよ。それは気になるのだ。ずんだもんのパソコンでも動くのだ。そこが今日の山場なの。結論から言うと、そのままでは動かないわ。でも道はちゃんとある。今日は H3 の中身を一通り見てから Google コラボで実際に動かすところまで最後まで通しでやるわ。よし、やるのだ。まずミニマックス H3 って何者なのだ。名前からして強そうなのだ。ミニマックスっていう会社が出している動画生成モデルの第3世代ね。ファイルを01、ファイルを02ときて、今回の H3 ファイルを 3.0 とも呼ばれるわ。スペックはどんな感じなのだ。 24fps、5 秒から15秒、短編768ピクセルがネイティブ、音声は 32kHz のステレオ、アスペクト比は21対9から9対16まで7種類揃っているわ。あれ、2K って聞いた気がするのだ。 768p なのだ。いい指摘。ここ最初につまずくところなの。2K にするのは H3 リジェネレート 2K という別の仕組みで、これは公開されていないの。手元に落とせるのは H3 ベースだけ、つまりローカルは 768p までよ。なんだ、全部くれるわけじゃないのだ。でも本体は本物よ。それに日本語もちゃんと対応言語に入っているの。安定して使えるのは11言語、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語。日本語のセリフを喋らせられるのだ。そう。そしてもう一つの看板がオムニモーダルであること。テキストも画像も動画も音声も全部一つの文脈として読むの。中身はどうなってるのだ。トランスフォーマーなのだ。 H3 オムニトランスフォーマー 33B パラメータレンス。しかもシングルストリーム、映像と音声のトークンを一本の列に詰めて同じトランスフォーマーに通すの。 33B なのだ。そんなの落とせないのだ。そこが面白いところ。 33B のうちおよそ 13B はアダイル N 変調の枝にあるの。この部分は出力を事前計算してキャッシュできるから、推論だけなら読み込まなくていいのよ。3分の1に減ったのだ。ずるいのだ。そんな手があるのだ。条件付けのエンコーダはクエン 3VL32B。 ここも一癖あって、最終層じゃなくて50層目のデコーダ層の正規化前の隠れ状態を読むの。言語モデルヘッドは使わないまま置いてあるわ。なんで途中の層なのだ。最終層は次の単語を当てるために尖りすぎているの。途中の層の方が意味の情報が素直に残っている。画像生成でも昔から使われているてね。残りの部品も見ておきましょう。映像の VAE は F16T4224。ここで実行シーケンス長が4枚稼げているの。音声の VAE はチャンネルあたり 40Hz の時間分解能。 MM ロープって何なのだ。マルチモーダル回転位置埋め込み。映像と音声が同じ時計を共有するための仕組みよ。だから口の動きと声がずれない。設計の柱としてはあと2つ。1つがコンテクスチュアル、オムニ、リプレゼンテーション。参照を全部入れると10万トークンくらいになるところをキャプション化して4000トークン程度まで落とすの。言語を汎用の端にするという考え方ね。もう一つがイン、コンテキスト、リジェネレーション。2K にするときに別の超解像モデルを積むんじゃなくて、ベースモデル自身が低解像度の出力を文脈に入れて作り直すの。自分で自分を書き直すのだ。面白いのだ。最後に、これは動かすときに聞いてくる話。H3 はガイダンス上流済みなの。だからネガティブ、プロンプトもガイダンス、スケールもないし、1ステップにつきフォワードは1回だけ。それとスケジューラが2本あるの。映像用がシフト 12.0、 音声用がシフト 3.0。 1回のトランスフォーマー呼び出しの中で別々のスケジュールを降りていくのよ。使い方は何種類あるのだ。3つ。テキストだけの T2VA
最初と最後のフレームを指定する FL2VA、 参照を並べる F2VA。 FL2VA は最初のフレームだけでもいいのだ。最初だけ、最後だけ、両方、どれでもいいの。両方を入れるとその間を補完してくれるわ。キャンバスの大きさは最初のフレームに合わせられる。 F2VA が一番リッチね。画像を9枚、動画を3本、音声を3つ、合わせて12個まで参照に入れられるの。12個も入れられるのだ。順番は適当でいいのだ。ダメ、順番に意味があるの。参照はプロンプトの中でピクチャー1、オーディオ1、ビデオ1、トラベル付けされるし、共有された回転クロックも進むの。同じ参照でも並べ替えたら別のリクエストよ。気をつけないと事故りそうなのだ。もう一つ必ずぶつかる仕様があるわ。フレーム数の刻み、ナムフレームズは 17N 足す5という形に切り上げられるの。 17N 足す5、つまり5秒って頼んでもぴったり5秒にならないのだ。そう、24fps で5秒だと120フレームだけど、これは 17N 足す5じゃない。だから124フレームに切り上げがあって、実際の長さは 5.17 秒、バブじゃなくて仕様よ。だから参照音声とぴったり同じ長さの動画が欲しいときは、サンプル数をサンプリングレートで割って24をかけた値を渡すの。それでも切り上げは入るし、結果が5秒から15秒に収まっている必要があるわ。実際どれくらい強いのだ。アーティフィシャル・アナリシスの評価だと、動画編集で1位、テキストから動画で2位、画像から動画で3位。強いのだ。順位より効くのは値段の方よ。2K が1秒 0.13 ドル、1分で 7.8 ドルね。3分の1以下なのだ。しかも解像度は上なのだ。AI で使うなら解像度ごとに刻まれていて、 480p が1秒 0.05 ドル、768p が 0.08 ドル、2K が 0.13 ドル、4K が 0.16 ドル、10秒の 768p で 0.8 ドル、4K でも 1.6 ドルね。ライバルのシードダンス2点もとはどう違うのだ。得意分野が違うの。シードダンス2点もは尺が4秒から30秒で、参照も50個まで入る。H3 は5秒から15秒、参照は12個まで。その代わり H3 は重みが公開されていて、1秒あたりの単価が安い。実際に使ってる人はどう言ってるのだ。AI アニメを作っているクリエイティブエッジさんが、シードダンス2点もではなく H3 を採用したと書いているわ。制作費が半分になったと。半分は大きいのだ。でもそのままだと勝てないんじゃなかったのだ。そこが肝でね。キャラ参照と背景参照とシナリオだけで比べると、シードダンス2点もの方が良かったそうなの。勝ち筋は詳細版のストーリーボードを参照に入れること。紙芝居を自分で作るのだ。それは手間なのだ。その分リップシンクは悪くない。シードダンス 2.0 や 2.5 より安定しているかもしれないとも書かれているわ。実務のコツも共有されていて、まずストーリーボードを1枚にまとめると精度が落ちるから分割すること、そして参照が多い時は音声参照が使えないこと。音は一緒に出るけどそのまま使うとは限らないのだ。そういうこと。同時生成の良さは口の動きと音が最初から合っていること。声色そのものは差し替えればいいわ。よし、そろそろ動かすのだ。コラボを開けばいいのだ。その前に壁の話をさせて。ここを飛ばすと必ずメモリ不足で落ちるから。重みはハギングフェイスのミニマックス AI スラッシュミニマックス H3 にあるわ。ライセンスはミニマックス H3 コミュニティライセンス。アメリカ、 EU、イギリス、韓国からは申請フォームを通す必要があるの。落としてくればいいのだ。何ギガなのだ。 BF16 のままだとトランスフォーマーだけで 61.7GB、 条件付けのクエン 3VL がさらに 62.1GB、 合わせて 120GB を超えるわ。 120GB？ 積んだもんのパソコン SSD ごと消えるのだ。コラボのランタイムを並べてみましょう。無料枠の T4 が 16GB、 L4 が 22.5GB、 A100 が 40GB、 一番上の G4 は RTX Pro 6000ブラックウェルで約 96GB。 無料の T4 だと無理なのだ。ローカルに全部載せるのは厳しいわね。 T4 はチューリング世代だから BF16 のネイティブ対応もないの。でも無理なのはローカルでの話だけよ。道があるのだ。3つあるわ。コンフィ、UI にイント、8の軽い重みを乗せる道、リフユーザーズから量子化して動かす道、そして API を叩く道。順番に見ていきましょう。
一つだけ先に A と B はリスクも食うの。コンフィ UI 一式とキャッシュでコラボの作業領域に 75GB 前後は開けておいて。まず A なのだ。コンフィ UI ってやつなのだ。一番の近道ね。H3 は公開初日からコンフィ UI が対応していて、テンプレートのワークフローもそのまま入っているの。ただし本体が0、点、30、点、0以降であること。イント8番ってさっきの 120GB とは別なのだ。別物よ。コンフィオルグが用意した枝を買ってイント8に落としたやつ。4ファイルで合計 42.47GB まで下がるの。42GB ならなんとかなりそうなのだ。コードを見せてほしいのだ。コラボのセルにこれを貼るだけ。まず本体を入れて4つのファイルをモデルズの下に落として起動するの。思ったより短いのだ。あとは起動してテンプレートからミニマックス H3 のワークフローを開くだけ。コラボだとトンネルを1本通してブラウザから UI を触ることになるわ。設定はどうすればいいのだ。いきなり最高画質でいいのだ。ダメ。まず小さく通すの。 0.4 メガピクセル 864×480 5秒20ステップ。サンプラーは S マルチステップ。スケジューラはシンプル。これが通ってから上げていく。解像度を上げるとどれくらい遅くなるのだ。そこが一番キプレバーなの。 960×544 はネイティブの 1344×768 に比べて1ステップあたり約 2.3 倍速いわ。10王は32の倍数なら何でもいいから、まず小さく試すのが正解。1本作るのに実際どれくらいかかるのだ。報告されている実測だと 16GB の RTX4090 ノート版で 960×540 秒20ステップが182秒。 12GB の RTX3060 でも 864×480 124フレーム20ステップが9分弱で通っているわ。 12GB でも動くのだ。ズンダモンにも希望があるのだ。ただしシステムラムが 32GB あって SSD が速いこと。オフロードで常にディスクとメモリを行き来するから、そこが遅いと全部が遅くなるの。もっと速くしたいならターボローラを足すの。20ステップだったものが T2V と I2V なら8ステップ R2V なら4ステップで済むようになるわ。次は B なのだ。 Python から直接書きたいのだ。ここで一番大事な注意をするわ。H3 はモジュラーディフユーザーズのブロックとしてだけ統合されているの。ディフユージョンパイプラインの側は存在しないの。でもハギングフェイスのモデルページにディフユージョンパイプラインのコードが載ってたのだ。あれテンプレートのままなの。よく見て。プロンプトがジャングルの宇宙飛行士で、返り値がイメージ図0。画像生成モデル用のひな形がそのまま残っているだけ。コピペしても動かないわ。危ないのだ。公式を信じて2時間とかすところだったのだ。正しい書き出しはこう。モジュラーパイプラインで読んで、コンポーネンツマネージャーにオフロードを任せるの。ワークフローを指定するのが大事って言ってたのだ。忘れるとどうなるのだ。 61.7GB のトランスフォーマーを2つとも落としに行くわ。 T2VA と FL2VA はトランスフォーマーフォルダ。 F2VA はトランスフォーマー F フォルダ。指定すればどちらか片方で済むの。指定しないと倍かかるのだ。ちゃんと書くのだ。生成はこう。出力にビデオズオーディオサンプリングレートを指定してエンコードビデオで一つの MP4 にまとめるの。映像と音声は別々に返ってくるから MAX は自分でやるのよ。これで動画が出てくるのだ。 A100 の 40GB ならここに量子化を足すわ。イント8にしてトランスフォーマーのブロックをホストラムから一つずつ流し込むの。バージョン2って何なのだ。1じゃダメなのだ。バージョン2のイント8テンソルはピンと目できるの。ストリーム転送のオフロードにはそれがいるのよ。それとリクワイアーズブラッド起きるのも必須。量子化テンソルが通せない自動微分の経路をそこで消しているの。 12GB から 16GB しかないときは映像の VAE もリーフレベルでオフロードしてキャンバスを 960×544 くらいまで落とす。それでホスト側に 75GB くらいのラムがいるわ。困ったらパイプドットドックを打つの。そのパイプラインが受け取る入力と否定値と返すものが全部出るわ。ドキュメントを探すより早いから。最後の C なのだ。
これが無料枠でも行ける道なのだ。そう。生成はよその GPU でやるから、コラボ側は GPU すらいらないの。CPU ランタイムでも動くわ。2K にできるのはこっちだけなのだ。そこが分かれ目ね。ファルならエンドポイントが3つ。テキスト、と、ビデオ、イメージ、と、ビデオ、リファレンス、と、ビデオ。さっきの3ワークフローにそのまま対応しているわ。9行なのだ。これが一番簡単なのだ。簡単だけど、1秒ごとにお金が減るわ。試行錯誤の回数が多いなら、ローカルの方が結局は安いこともある。そこは作るものによるわね。動くようになったのだ。なんて書けばいいのだ？ H3 は書き方に作法があるの。しかも公式がプロンプトを書くためのスキルを配っているわ。作法ってどんなのだ？3つのセクションに分けて書くの。映像の記述、全体の環境音、そして劇とも音を最初から一緒に設計するのが H3 の思想ね。映像のところはショットを各カッコで区切るの。時刻はミリ秒まで書けるし、セリフは言語タグ付きのタグで囲むわ。台本みたいなのだ。秒数まで指定できるのだ。そう、脚本を書く感覚に近いの。さっきの引用元が紙芝居レベルまで描き込めと言っていたのも同じ話ね。曖昧に投げるほど H3 は迷うから。先にハマりどころを教えてほしいのだ。報告が多い順に並べておくわ。まず5秒を頼んだのに 5.17 秒になるやつ。これはさっきの 17N 足す5でしよう。直そうとしないこと。音が出ないのはつなぎ忘れなのだ。 VAE が2つあるのを忘れがちなの。あとはメモリ系ね。 OOM が出たら 0.4 メガピクセル5秒バッチ位置まで戻して1回に1つだけ変える。まとめて変えると原因がわからなくなるわ。早くする方法はもうないのだ。政治アテンションを入れると倍くらいになるとされているわ。ただしファイトーチと空打に合ったホイールがいるし、 H3 の一部の層はフォールバックして警告を出すの。普通のワークフローが通ってから入れること。最後にまだ揃っていないものも押さえておいて、スパースアテンションの実装は初回リリースに入っていないし、公式のテクニカルレポートもまだ GGUF 版の公式配布もないわ。これから増えていくやつなのだ。そういうこと。出たばかりのモデルだから来月には状況が変わっているかもしれない。動かすときはその時点のドキュメントを見てね。長かったのだ。まとめてほしいのだ。ミニマックス H3 は映像と音声を一つのループで同時に作る重みが公開されたモデル。 33B のうち 13B は推論にいらないから落とすのは 42.5GB。 コラボで動かす道は3つ。コンフィ UI にイント8番を載せる A、 ディフユーザーズで量子化する B、 API を叩く C、 無料枠から始めるなら C、 腰を据えて回すなら A か B ね。積んだもんは C から始めるのだ。それが正解。落とし穴も3つだけ覚えて、ワークフローを指定する。5秒は 5.17 秒になる。モデルカードのディフュージョンパイプラインのコードは動かない。全部さっき2時間溶かしかけたやつなのだ。溶かす前に気づけてよかったわね。参考にした記事とドキュメントは概要欄にまとめておくわ。最後にお知らせなのだ。ロケットナウパートナー、フードデリバリーの配達パートナーね。登録するときに招待コードを入れると1000円もらえるの。招待コードは MRNMWDEG なのだ。概要欄にも貼ってあるのだ。というわけで今日はミニマックス H3 の概要とコラボでの動かし方でした。参考になったら高評価とチャンネル登録をお願いね。またなのだ。